皆さんこんにちは、フォトシンです。今日はこの春撮った桜の写真解説をやっていきたいと思います。皆さんもですね、2025年の春、桜の撮影たくさんされているのかなというふうに思うんですけれども、私もですね、ここ20日ぐらいですかね、ずっと撮影に出ているような状態で、間にツアーもですね、やらせていただいて、25名の方にね、ご参加いただいて、非常にね、楽しい時間をね、過ごさせていただいたんですけれども、その中でね、撮影した、作品をですね、10個ほど、紹介させていただければなと思います。作品の背景だとか、意図的なところとか、少しテクニカル的なところもですね、含めて、バックグラウンドストーリーをですね、お話ししながら進めていきたいと思いますので、ぜひですね、最後までお聞きいただければなと思います。また、こちらの作品はですね、期間限定で販売もさせていただいておりますので、もし話を聞いて気に入った作品があれば、ご購入いただければというふうに思います。そして私の新緑シーズンの、撮影のワークショップ、フォトツアーもですね、まだ少し空きがありますので、志賀高原近辺のですね、ツアーの内容に空きが少しありますので、もし希望のある方はですね、ぜひご参加いただけたらなというふうに思います。では早速ですね、写真の解説をスタートしていきたいと思います。それではまず1枚目がこちらになります。少し分かりやすい、作品になるんですけれども、しだれ桜の、1枚になります。きっと皆さんの住んでるエリアにもですね、少なからず1つぐらいは、しだれ桜があるんじゃないかなというふうに思うんですけれども、やはりそのしだれ桜の姿ってね、特別なものがあるんじゃないかなというふうにね、思います。やはりこうちょっとおどろどろしいような、スタイルだったりだとか、あとはそのうねるような幹の、姿っていうのがですね、ものすごくこう、生命力をね感じるというか、まるで生きているようなね、そんなような、ものを感じるというところで、私自身もねとても好きな、樹木というか桜になるんですけれども、それをですねちょっと表現してみた一枚になります。ここでやっぱり自分が一番惹かれたのは、この美しい花びらの、内部に潜むこの幹の、姿、そこをですね表現できればなということでね、撮影をしています。でちょっと背後がですねこんな感じで水色っぽいんですけれども、実はとね背後に山がありますね。その撮影するアングルにもよるんですけれども、この幹だとか花びらの隙間に空が、入るということがあるんですけれども、結構空が入ってしまうと、その空のハイライトがですね強すぎて、このピンクの花びらをかき消してしまうというかね、それよりも強い主張になってしまうので、できれば背景は山だったりだとか、ちょっとこうもやがかかっていたりとか、そんなような条件にしてあげるようなポジショニングを取ると綺麗になってくるのかなというふうにね思います。ちょうどこの日は曇っていたんですけれども、割とこうカラッとした、朝だったんですけれども、なので背後のね山がちょっと見えていたんですけど、ちょうどねそのタイミングで、野焼きが始まって、かつ農薬散布がねバーッと一斉に始まって、もやがですねこう漂ったんですね。なのでそれがこう後ろにこう流れ込んできて、うまくこう霧がかったような、感じになってくれて、その後ろに山があって、その色彩が少し透けて見えるというか、そんなような状態でこのピンクとちょっとこう水色なね、淡い水色がこううまく調和してくれたというところでね、そんなところを捉えた一枚になります。なので桜の綺麗さを生かすために背景をどうするのかっていうね、背景色をどうするのかっていうところもですね、少し、考えられると、またね違った表現ができるのかなというふうに思います。続いて2つ目はこちらになります。これもですねしだれ桜の一枚になるんですけれども、ご覧の通りまだ咲いていないつぼみの状態になっているね、ものになります。桜っていうと咲いていないとなんか完成したイメージがないというか、せっかく来て撮ろうと思ったのに咲いてないじゃんみたいなね、気持ちになることもあると思うんですけれども、実際に私はここで撮影して、この4日後くらいですかねに、また咲いている状態も撮っていたんですけど、後々こう振り返った時に思ったのが、つぼみの状態だからこそある綺麗さってあるなっていうのをですね思いました。それでねちょっと今回紹介させていただいてるんですけれども、やっぱりこういっぱい咲いてしまうと、このしだれ桜ってこう枝が綺麗なんですよね。こうしだれているその状態が、花が咲くことによってちょっとこう薄れていくというか、もちろんそれはそれで綺麗なんですけど、もさもさして、でも なければないで枝の筋がすごく、見えるので、よりこう躍動感というかね、そういったものが感じられるというか、そんなところで、つぼみの色彩もねちょっとこう咲く前、の方がね濃いんですよね、ピンクが。それもあって、これはこれですごく綺麗だなというふうにね後から、改めて感じたというか、そんなようなね一枚ですね。で、ここですごく大事にしたのは、割と背景は暗い林になっていて、そのちょっとこう静けさというか、少しこうゾワッとするような、
この林のね雰囲気というものをですね大事にしたかったので、ちょっと暗めに撮影をして、背景のねこの杉の幹ですね、ここに気配をちょっと感じさせるような感じで、明るさをね選びました。あとはこれ撮影した時間がそんなにめちゃくちゃ早くなくて、10時とか11時ぐらいのね光になるので、割と強い光になってはいるんですけれども、ちょっと暗い林が背後にある関係で、スポット光のようにね光が当たって、浮き出て見えるというか、そのねライティングの状態もすごくね綺麗だなというところでね、ありましたので、それを生かすために、この桜がこの背後のね林から浮き出てくるような、そんなようなイメージでいければいいかなというところで、少しねアンダー目にして、桜のこのピンクをね浮き上がらせるような感じで、仕上げています。なので桜っていうと満開じゃないとダメなのかっていうと、必ずしもそうではなくて、やはりつぼみの状態だからこそある美しさっていうものもあると思いますので、ぜひですね、同じところにもし通うんであれば、ちょっとつぼみの時も撮ってみたりとか、または少し中間で咲いてる時に撮ってみるとかね、満開の時に撮ってみるとか、そんな感じで時期をずらして、撮ってみるのもねすごくいいと思いますので、もしそういった場所があればね、ぜひ来年試していただければなと思うので、そういった意味もあってね、今回こちらの作品を紹介させていただきました。続いて3つ目の作品はこちらになります。桜とススキの組み合わせの1枚になるんですけれども、桜っていうと、春の象徴というねところで、誰もが桜を見たら春なんだってわかると思います。一方、ススキに関しては、秋をイメージされる方もね多いと思うんですけれども、実際には多年草なので、特に冬の前に枯れてしまったりとか、そういったこともないですし、年がら年中あるんですけれども、でもやはり季語として、ススキってなると秋の象徴というところに、なりますので、そういった春の象徴である桜と秋の象徴であるこのススキを一緒に混ぜるというところ、それが混じっていたというところに私自身はすごく惹かれて、撮影にね至ったというところになります。この金色色に、輝いているねススキっていうのもすごく綺麗でしたし、奥にねひっそりと隠れているような桜っていうのもですね、私はすごく控えめで好きなんですけれども、あとは割と細々としたね枝があるんですけれどもね、もしでも桜だけだったら撮らなかったなっていうふうにね思うようなものなんですけど、たまたま通りかかった時にススキがあって、この組み合わせに惹かれたというところでね撮った一枚です。なので、春だから春のもので固めるとかじゃなくて、別のシーズンのものを混ぜてみたりとか、一個前の冬の名残の被写体を少し混ぜてみて、季節の移行を伝えたりとか、そういったところで表現するのもまた写真のね、奥深さだったりだとか面白さだったりしますので、ぜひですね桜と何かを交えてみるっていうのもですねいいんじゃないかなと思います。続いて4つ目はこちらの大山桜の作品になります。やっぱ山桜ってねすごい綺麗ですよね。ソメイヨシノもね好きなんですけれども、私はねもう断然この山桜が大好きです。きっとそういう人もね多いんじゃないかなと思うんですけれども、やっぱり自然発生的にその場所にあるということがすごく美しいなっていうところで、また鳥がね、運んだ種で、芽生えて木になっていくというか、そのプロセスがね、すごく好きなんですけれども、純粋に美しいっていうのもあるんですが、そんな山桜の、写真になります。でこれはですね、朝方までずっと雨が降っていて、しと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 、それで少し雨がですね、7時8時ぐらいに弱まっていって、その後に山にねもやが漂い始めたっていうね、そんなタイミングで撮った一枚になります。ご覧の通り左下にその大山桜のねちょっとグループというか大きな塊があるんですけれども、これがいわゆる主役というかになっています。で雨が降った後に漂うもやというものに流れがあるんですけれども、やっぱ風があったりするとね動いていくんですけれども、その躍動感というかね、こういう風に流れたんだろうなっていうのが分かるような、そんなね、もやをですね捉えています。本当に予測できないね動きをねずっとしていくわけなんですけれども、この時にですね少し風がね動いているのが分かるような、そんな、形になってくれたので、そのタイミングで、撮ったというか、いろんなねカットで撮ってるんですけれども、その中で、より風の動きを感じられるような、そんなようなものをですね選んだ一枚になっています。あとはですね、この山のレイヤーですかね、奥にかけてのレイヤーも非常に美しかったっていうのもありますし、奥に垣間見るまた他の山桜っていうのもですね少しポイントになってくるのかなと思いますので、そういったところで少し奥行き感を出していくというか、そんなような構成でやっています。山桜っていうとね、どこからどう手をつけていいかなかなかわからないシーンもあったりすると思うんですけれども、どこかでグループをね、作ってみたりとか、感じるがままにあそこグループじゃないかなと思うところをですね主役にしてみて、周りの山
山の地形とかをですね合わせて、そこに現象を乗っけていくような感じで組み立てていくとうまくいくんじゃないかなと思いますので、そんな感じでね、見つけてみるといいというふうに思います。本当にね綺麗な山桜だったなというふうにね思います。続いて5つ目はこちらの作品になります。これもですね山桜を撮影しているんですけれども、どこにあるのっていうようなね、そんな感じなんですけれども、朝早朝ですね、濃い霧が漂っている、山の斜面にですねぼわっとこう浮いてくる、その山桜をね撮影したものになります。そんなに主張はね強くないんですけれども、こちら側はねかなりこう枝もねカオスなような状態だったんですけれども、そこからこう垣間見るね向こう側の霧の世界に浮いてくるその山桜が非常にですね、綺麗で、主張は少ないんですけれどもものすごく綺麗でですね、それでちょっとね撮影をしています。なんかこう霧の中にね浮いてるようなね、本当妖精みたいなね、ちょっとメルヘンチックな話なんですけれども、本当そういうようなイメージで、静かにこう浮いてるようなね、そんな、瞬間を捉えたっていうところになります。でやっぱり向こうの静寂な世界とこちらの世界の、コントラストを、つけたいっていうところもあってですね、なので手前にこれだけ大きくですねちょっとこうガチャガチャしたというか、カオスなこの枝の世界を入れてるんですけれども、こっちがこうかなりごちゃごちゃしているので、向こうが逆にね霧の世界でポンとあると静かに、感じられるので、それをですねちょっと、一緒に組み合わせて、お互いのコントラストをですね作って、奥の静寂さ、その中に潜むようなね桜の静けさというか、そういったものをですね、表現しています。先ほどの桜みたいに、分かりやすい桜っていうね表現ではないんですけれども、やはり早朝だったりとか、霧が濃い、シーンで、浮いてくるねこういった桜、控えめな桜もねすごく綺麗だと思いますので、もしそういうものもね、発見したら、カメラをね向けてみてはいかがでしょうか。続いてはこちらの作品になります。桜どこですかっていうようなね一枚になるんですけれども、実は言うと、手前にある緑はですね柳になります。そしてその奥に、ぼわっと浮いているように見えるのが実は言うと山桜になるんですけれども、すごく鮮明ではないですね、曖昧な感じなんですけれども、こういった瞬間ってきっと見たことがある人もいるんじゃないかなと思うんですが、その桜をねこう全部こう桜を見せてあげる、先ほどもぼわっと浮いてる桜っていうのがねあったと思うんですけど、なんかこう鮮明じゃないからこそ、響いてくるというかね、こう浸透してくるような、そういう瞬間ってねあると思います。そしてこんな感じで隠されてるからこそ、あの奥にどんな桜があるんだろうとか、ちょっと見てみたいなとか、そういう好奇心をこうくすぐるような瞬間ってあると思うんですけど、その、好奇心みたいなものをですね純粋に作品として形にしたものになります。もちろん誰かに伝えるときに、鮮明である方が伝わりやすいっていうものはあると思うんですけれども、表現の上であえて不鮮明にしてみるっていうところもですね、また写真の面白みなのかなと思いますので、これってどういうことなんだろうとか、何があるんだろうとか、そういったことを感じてもらえるね、そういった、楽しみも作れるんじゃないかなと思うので、自分自身が実際にそのように感じたんで私は撮ったんですけれども、そういう風にして、ちょっと作品を作ってみるというか撮ってみるっていうのもですね非常に面白いと思います。これ1枚で表現するのが難しいんであれば、例えば組写真のような形で何かこれをですねサポートするような作品もですね、あったりするとより、面白い構成になるんじゃないかなと思いますので、そんな感じで、ちょっと不鮮明な作品も撮ってみるというか、曖昧なシーンを撮ってみるっていうのもね、いいんじゃないかなと思います。またこれについてのね、作品のお話っていうのはですねノートでも書いておりますので、ぜひそちらもチェックしていただければなと思います。続いてはこちらの作品になります。非常にシンプルな構成の一枚になるんですが、左上からスッと細い枝が伸びて、葉があったりだとか花が咲いている、そんなね桜になるんですけれども、そして右下はスッスッとこう筋が入っているようなものがいくつか、あるんですが、実は言うとこれは、水の上に落ちた花びらが風に揺られて、波に乗って流れている、それをね少し長秒で、流してあげた、そんな作品になっています。桜っていうと本当に、儚いというか、咲いてから散るまで本当1週間また1週間以内で終わってしまうとかね、そんなようなこともあるので、彼らの、中に流れる時間っていうのは本当に早いんですよね。その時間の速さっていうものをですね、こんな感じで水を少し流して、この落ちた花びらを流してあげて、表現をしたというね、その素早い早い時間の中に生きる、桜の姿っていう、そんなようなね、イメージで撮っています。でこれ非常に難しかったのが、流れるということは、風もあったりする
条件なんですけれども、これシャッタースピードが13秒で、撮っています。 ND フィルター64ですね。 ND64 を使って13秒流してあげているので、どうしても、長くなっていくにつれてこの枝も揺れたりしてブレちゃうんですよね。なので狙うべきタイミングというのは、風が吹いた後にピタッと止まる瞬間が、周期的にあるんですが、ピタッと止まって、でもその風で波ができるんですけど、その波の動きだけは残っているような状態、この枝は止まってるけど下の水は先ほどの風で流れているような状態、そのタイミングで13秒取ってあげるというね、それが非常に、難しくて何度も何度も取り直したね1枚ですね。完全に止まってるかというとおそらく止まってないとは思うんですけれども、できる限り止めて、取ったというようなね、1枚です。そしてもう一つ難しかったのは、この流れてる筋ですね。これのバランスと位置になるんですが、左上のこのスッと伸びている枝がの周りにはですねないようにしたかったっていうところがあったので、その枝が入るポイントは少し空白にしてあげたい、その、空白ができるような感じで右下に流れてくるときにシャッターを切るというね、そこもちょっとね、査定するときにちょっと時間がかかったというようなね、そんなような一枚なんですけれども、その、対比っていうところですよね。枝と下の流れの対比っていうところ、あとはこの水のね水色のグラデーションなんかもすごく綺麗だったので、これはもう GFX が、素晴らしいなっていうふうにね思ったんですけれども、本当に緩やかなこのグラデーションがね、ちゃんと映されているというところで非常に感動したんですけれども、そんなようなね、構成の一枚になります。そんな感じで、このね桜の花の儚さというかね、そういったものと、あとはこの風の存在とかね、そういうものも感じてもらいたいなっていう思いでね撮った、そんな一枚になります。続いてはこちらの作品になります。こちらはですね、桜の花びらのピンクと葉桜の葉っぱの緑を、織り交ぜた、そういった、作品になるんですけれども、先ほどは、水の流れでその時の流れというかね、その移ろいっていうものをですね、ちょっと表現した内容だったんですけど、今度は色彩ですね。それを使って、移ろいを、表現しているというところになります。桜のピンクというのは今まさに咲いているような状態なんですけれども、左の葉桜になった状態というのはもう花びらが散ってしまったようなね状態なので、右の、桜ゆくゆくはこうなるというか、そういうようなところの2つ両者をですね、混ぜているというところになります。やっぱり木にはですね個性があって、同じ種類のね、桜の木でもいろんなことが要因となって、早く散ってしまったりとかね、そういったものがあるんですけれども、それぞれねいろんな個性があって、面白さがあってね、これはもう人間社会でもそうだと思うんですけれども、そういったところもすごく見ていて素敵だなっていうふうに思ったのと、純粋にこの時間の流れというものをですね、表現できればということでやっています。でこの桜の、ピンクとですね葉桜の、緑のこの面積ですかね、割合っていうのを半々にしても、いいですし、どっちかを多くしてっていうね、そこで、少し自分のこだわりを出したりするっていうこともねできると思うんですけれども、今回私はですねこの桜のピンクをね多くしました。これはなぜかというと、純粋に自分が撮っていた時っていうのはまだまだ、桜の全盛期というかね、桜の咲いてる花びらが咲いてる、容量がね全体的に多かったので、まだまだ、この花のね時間は続いていくよって思いで、もうちょっと、葉桜になるまでには少し時間がある、そういったような、気持ちというかね、状態もあったので、若干このピンクの面積を多くしています。それともう一つは、この幹ですかね。幹の形というところもやはり、重要な、要素だったかなというふうに思うんですけれども、その右側の桜の方がね幹が、いっぱいあるんですよね。で左側は少し屈曲しているというかね、1本、2本あるんだけど、どちらかというと1本が目立っているんですけれども、その両者のね、バランスっていうところも踏まえて、やはり、ピンクの方を多くしたいなっていうところで、そのようにね、配置をしています。そんな感じで移ろいっていうものをですね、この色彩を使って表現するっていうのもですね、非常に面白いと思います。そしてもう一つ、色彩を使った移ろいというところで、先ほどのものよりもう少し、さりげない、ものになるんですけれども、手前にしだれ桜を、置いてあげて、ピンクをですね出してあげて、その隙間にですね、葉桜をですね入れ込んだというところになります。そのしだれ桜の後ろの方にですね、葉桜になった桜があるんですけれども、その淡い、緑のですね、葉っぱの緑を入れ込んで、ピンクと、
緑を織り交ぜているというようなね、そんな一枚になっています。パッと見葉桜っていうのはね、わからないかもしれないんですけれども、淡い緑をですね、入れ込むことによって色彩的な美しさも、生んでいるというところで、そんなようなね、表現も面白いんじゃないかなと思います。実際これを撮った時っていうのは少しこう斜面があるところで、桜の斜め下の方ですね、自分が立っているところよりも下の方にその葉桜があったので、このような、配置ができたんですけれども、そんなような起伏を使ったりするっていうのもですね、一つポイントかなというふうに思います。やっぱりたくさんね、桜があるところっていうのはね、それぞれ個性があって、スピードも違ったりだとかね、していて、純粋に見ているのもね、面白いんですけれども、そういったところでその違いを使って、色彩をこう混ぜてみたりとかね、していくのも非常に面白いんじゃないかなと思います。続いてはこちらの作品になります。ちょっとユニークなキャラクターが主役となる、そんな一枚になるんですけれども、松の木が、主役というふうになっています。ご覧の通り、幹のね、樹皮が剥がれている部分があるんですけれども、もともと枝があったところですね、そこが折れてしまって、このようにね、剥がれているんですが、そこがまるで口をね大きく開いているようなね、そんな姿に見えたんですね。そして腕となるね幹の形なんかもですね、すごくこう人間らしいというか、人間こんな形してないけど、何かそういった腕のようなね姿にも見えましたし、ちょうど頭にね、かかっているこの松の葉っぱがですね、ちょうど髪の毛のようなね、感じにも見えたのでね、ちょっとその、松の木がキャラクターとして、見えたというところで、これが主役というふうになっています。そして、この腕の先ですね、地を這うように、伸びた腕の先にはですね、黄色いお花が咲いているんですけれども、これ蓮魚というね春の花なんですが、これがまるでこう金塊とかね、その金粉みたいななんかそういった、キラキラしたものに、例えられるというか、何かこう祝い事をしているようなね、そんな様子にもね見えました。で、やっぱりこう春っていうところで、春になるといろんなことがね新しく始まっていったりだとか、卒業して入学してとか、新しく、社会人になって始まったりとか、いろんな、人々にとってもですね、新しいことが始まって、お祝いの季節でもあると思うんですけれども、そういっためでたい、シーンというところで、それをですね、この松の木がこう祝って盛大にこうやってくれているようなね、そんなようなイメージでね、こちらは撮影しました。やっぱりこの春っていうのをですね、感じてもらうというところでは、このピンクを入れるっていうのは非常に大事かなという、思いもありましたので、そういったところで、ちょっと左側に申し訳なさ程度にしだれ桜の、ピンクを入れて、で後ろにもしだれ桜があるんですけど、まだつぼみなんですよね。逆にこれはつぼみでいてくれてよかったなというふうにね思ったんですけれども、この蓮魚の綺麗さ、鮮やかな黄色が後ろがあまりにも、盛大にねしだれ桜が咲いてしまうとちょっとこう弱まってしまうので、逆に後ろが控えめだったからこそ、この蓮魚のね黄色さが目立ってくれて、この手に持った金塊というかなんかこう、ね、そういったものが強調されたのかなというところで、全体的な調和が取れたなというところで、気に入っている、ワンシーンになります。ぜひですね、この新年度の始まりにふさわしい一枚かなと思いますので、気に入ってくださった方は、手にしてみてはいかがでしょうか。私もね多分これプリントして、ちょっとね飾りたいなというふうに思いますので、縁起が良さそうなので、そんな、一枚になります。そして最後の作品はこちらのちょっと物寂しいシーンの一枚になります。先ほどはですね、華やかなシーンがね多かったかなと思うんですけれども、やっぱり終わりがあるからこそ、美しいなって思うものがやっぱり桜なんじゃないかなと思うんですけど、もちろんね、他の植物だとかね、紅葉とかもそうだと思うんですけど、物事がやっぱりこうね盛り上がっている時っていうのはもちろんなんですけど、終わっていくっていうね、その終わりを知るからこそ、全体としてすごくいいなってね思えたりする、そういったものをですねこの、ワンシーンにねちょっと込めて撮った一枚になります。これはですね、私たち人間も同じことが言えるなというふうにね思うんですけれども、自分のおじいさんおばあさんお父さんお母さんもいずれは、天に旅立っていくわけですし、自分も当然同じ道を歩んでいくっていうところで、人生っていうものはですね必ず終わりがあるっていうところで、でもその終わりがあるっていうことを知っているからこそ、今をですね大事にしなきゃいけないとか、全力で生きなければならないとかね、そういったことをね感じると思うんですけれども、やっぱりその終わりっていうね、その無限ではないっていうことを知るっていうことはねすごく大事だなというふうにですね、思って、桜を見るとねいつもそれをこう思い出させてくれるというか感じさせてくれるので、
こういったね、桜もね、終わりがあるからこそね、盛大な、綺麗な、花の素晴らしさっていうのをですね、より強く感じますし、ずっと続いていくんだったらきっとそういうふうに思わないというふうにね、思うんですけれども、やっぱりなくなってしまうからこそね、そういうふうに感じるというところで、そういったこともね、ちょっとお伝えできればなというところで、最後にね、この作品をね、ちょっと紹介させていただきました。なので桜はですね、終わりゆく姿もね撮っていくっていうのはね、私の中ではすごく大事なことなので、散ってしまった花びらというものもですね、少し、テーマにしながら、引き続きこの先もですね、もうちょっとはね、撮れると思いますので、まだまだ桜咲いているので、そういったものもね、引き続き作品にしていきたいというふうに思っています。なので皆さんもね、もう多分葉桜になってしまったものも多いかもしれないんですが、その足元にはですね、きっと、またそういった終わりゆく姿も残っていると思うので、そういったものもまた、作品にしてみてはいかがでしょうか。はい、ということで今回はこの春撮った桜の写真解説ということで、いくつか私の作品をお見せしながらいろいろとねお話をさせていただきましたが、何か、参考になることがあれば、とても嬉しいです。そして今回紹介させていただいた、作品に関してはプリントの販売もしておりますので、気に入った作品がございましたらぜひ購入していただければというふうに思います。また冒頭でもお伝えさせていただきましたように、新緑の撮影ツアーにまだ少し空きがございますので、今回の、作品の解説等で、興味を持った方、また新緑の撮影に興味のある方はぜひ、参加をしていただければというふうに思います。はい、ということで今回の動画は以上になります。最後までご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いいたしましょう。それではまた。